모르겠어 널 바라봐도 just caught in your love 많이도 난 널 좋아했나봐 힘들어 보여 옆에서 말했어 한순간이었지 bittersweet tell me not got me going crazy someone just tell me why 하나 둘씩 내게서 더 멀어지지 마 baby you 오직 너만 baby you 사랑이 없어도 난 네 곁에 있고 싶어 난 아주 잠시만 Someone tell me what I need to do to make this feel right I just want you in my life2回のクリニック終わって今から帰るところです。首のフィラーが結構やばそう。口出てる普通に。はい、というわけでホテルにチェックインしたいと思います。ホテルに到着しました。やっとチェックインができたのがもう8時15分ということなので、夜ご飯今日よく考えたらランチ食べてなかったと思って今から何か食べに行こうかなと思ってます。ここは、ミョンドンの、一度泊まったことがあるホテルなんですけど、ホテル28っていうのかな。今日はご飯を食べて早く寝たいと思います。はい、ではとりあえず夜ご飯食べに行ってきます。なぜかコーラが勝手に1本ついてきました。ビールを2種類セブンで買ってます。カスとテラ。はい、乾杯。はい、こんなにいっぱいあります。とりあえずオリジナルからいこう。すごいサクサク。唐揚げっぽい。なんかこっちの方がジャンク。
タートルネックにして隠してます。メイクもまだしてないんですけど、ちょっとご飯を食べに行こうかなと、おかゆ屋さんに歩いていきたいと思ってます。はい、今日も雨ですね。行ってきます。次のホテルにチェックインしました。場所がとにかくいいので、気になっていたのと、あとルーフトップが、景色が綺麗みたいなので、明日お天気だったら行ってみようかなと思ってます。こんな感じ、もう本当に超ミニマルっていうような感じです。
戻ってきました。スパヘームずっと行ってみたかったんですけど、なかなか予約が取れず、やっと今回初めて、行くことができました。実際どうだったかというと、すごいツルツルになって、私でも首フィラーをやる前に本当は行きたかったんですけど、ちょうど、その前日に予約が取れなかったので、この首から上は触ってないんですけど、なんかね、聞いたら日本人のお客さんがほとんどっていう風に言ってましたね。友達が今、空港に着いたところなんですけど、なんかイミグレが混んでるみたいで、まだ合流できてません。夜ご飯を食べてないみたいなので、今24時間やってるお店をちょっとリサーチ中です。はい、というわけで、ちょっとお部屋で仕事しながら待ってようと思います。To be true, it's all about you. 어떻게 내 모든 노래 널 향해 가고 있으니까. It's you, yeah, yeah. Baby, it's true. 내 손에 닿은 이 연기에 다른 어떤 말로 설명할 수 없는 거야. Say
というわけで、ご飯を食べてマッサージにやってきました。ホテルの近くで、Google で見つけたお店なんですけど、どうだろう、タイ式のマッサージみたいです。韓国の購入品を、一つずつご紹介していこうかなと思ってます。スキンケアから紹介していきます。まず一つ目がセルフュージョンの、パッドなんですけど、でこれ1枚ずつこういう、ほっぺだったりとかに貼って使うタイプのパッドです。でこれクーリングのタイプを買いました。じゃあクーリングばっかり買ってるんですけど、これも結構有名なやつですよね。モデリングマスクのクールタイプを買いました。これはもう毎回リピで買ってるのでまたかって感じだと思うんですけど、はい、歯科クリームで、これのなんかクリニック専売品があるらしくて、それをちょっと次回買ってみようかなと思ってます。これが薬局でオリーブヤングじゃなくて、普通の薬局で買った、ニキビパッチなんですけど、これなんかいいっていう風にお友達に教えてもらったので買ってみました。実際使ってみて、これもう2個買って1個開けて使ってるんですけど、結構薄いので、目立ちにくいです。来たばっかりのちっちゃいニキビとかだったら割と一晩くっつけとくと良くなってることも多かったです。ピンセットがついてるのも良かったです。こんな感じでちっちゃいピンセットが、1つついてきます。こんな感じ。一つずつご紹介していくと、このアビブのこのシリーズ見えるかな。これちょっとセールになってたので、買ってみました。ハートリーフの、パックです。いつも買ってるリッピー。はい。これもセンテリア24の、パック。でこれはメラキャプチャーマスクって言って、かなりしっとりするタイプの、シートマスクです。あとはさっきの、コットンじゃないパッドと一緒のブランドセルフュージョンの、クーリングマスク、これも、結構ひんやりして気持ちいいので、これはリピで買いました。これもはいナンバーズインの、4番
がこれクーリングタイプ、植物みたいな匂いがします。匂いもしかしたら苦手な人もいるかもっていう感じの、ちょっと癖ありです。でもかなりひんやりするので、お風呂上がりとかに、冷蔵庫に入れたものを使ったりしてます。ナンバーズインのこの一番新しいやつが5番で、このなんだっけ、グルタチオンかな、これ1回韓国で使ったんですけどすごい良かったので、またもうちょっと買い足そうかなと思っています。でこれもまたリピ、はい、これもアビブのマデカソサイド、これはもう普段使い用で、いっぱいストックしているのでちょっと買い足しました。これもちょっと匂いがあるので、もしかしたら嫌いな人もいるかもっていう感じですかね。結構さっぱりめのパックです。これがボディケア、スキンケアっていうかボディケアなんですけど、今回の Vlog でもうご紹介したんですけど、赤すり、個室の赤すりに初めて行ってすごい感動したので、これをちょっと買ってみました。家でもできるらしいので、誰かがなんかね、香り間違って使って大変なことになったって言ったので、間違えないように体に使いたいと思います。であとはこれもリピなんですけど、足の裏に貼るタイプのなんかこう足休息シート的な、これ、結構足がすっきりするので、いっぱい歩いた日だったりとか旅行中に使うようにしてます。フードロジー、これもリピなんですけど、あれなんだっけ、むくみ取りのサプリです。でこれセールになってたので、はい、ちょっとストック用で買い足しました。でむくみ用でもう一個おすすめされたのがこれ、どうなんだろう、まだ飲んでないから分かんないけど、ちょっとこれ試してみたいと思います。でこれはなんかインスタでよく見かけるお茶みたいな、こんな感じでむくみ取りのドリンクです。お湯とかお水に溶かして飲むんですけど、甘酒みたいな、なんかこうなんて言うんだろう、苦いとかじゃないんですけど、なんか微妙に味がするみたいな感じで、別に美味しいものではなかったけど、なんかちょっと気休め程度ですけど、たまに飲むようにしてます。これがフレマンススプレーで、リブラッシュ、オリーブヤングで評価が良かったので買ってみました。歯磨き粉です。茶色いチョコみたいなパッケージのやつも良かったんですけど、せっかくなら新しいのを試してみようかなと思ってこれを買ってみました。ホワイトニングなんですけど、なんか個人的にはやっぱりアメリカのコルゲートとかの方がなんかこう効くかなっていうのもそうだし、なんか可もなく不可もなくって感じでした。これはでもただパッケが可愛いので、なんかこうなんだろう、洗面所に置いとくとちょっと気分が上がるっていうのはいいかなと思ってます。そんな感じかな。今回そんなにいっぱいは買ってないので、購入品は以上になります。というわけで韓国の、Vlog と購入品紹介、最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。